琴の葉姉妹の一口 AI ミステリー総集編やで。この動画はショート動画として公開している琴の葉姉妹の一口 AI ミステリーを5問分まとめた総集編です。問題編が終わると続けて解決編が始まりますので、ゆっくり考えたいという方は各自で一時停止をお願いします。 AI が考えた問題やからまっとうなミステリーは期待せんで、肩の力を抜いて主張してな。灰の中の願い。それは真冬の灰色の空の下で起きた小さな町の外れ、かつて陶芸家として名を馳せた老人クロイが工房で火災により命を落としたのだ。焼け跡から発見された遺体は窯の前で膝をついた状態だった。火災の出火原因は高温の灰の飛び散りによる二次燃焼とされた。状況から見てクロイが焚き木の追加投入中に意識を失い、火の勢いが工房全体へ広がったと推定された。だが町の人々は口を揃えてクロイは慎重な人だったと語る。工房の炉は自動温度制御付きで事故が起きるような設計ではなかった。さらに不可解な点があった。出火時工房にはもう一人弟子の陽子がいたとされるが、彼女は灰を運びに行っていたと証言し、無傷で発見された。クロイの手には灰色の陶器のかけらが握られていたが、それは窯の中には見当たらなかった。工房の隅にはあの人は欲張りだった。でもそれが救いにもなると信じていたというメモが残されていた。筆跡は不明。クロイの遺言書には最後の「それ」は陽子に譲ると一文だけが追加されていた。刑事は燃え残った工房の柱を見上げながらつぶやいた。これはただの火事じゃない。誰かが欲望の形を燃やそうとした。そんな気がしてならない。問題。この事件の真相を探る鍵となるのは誰のどんな欲だった？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。この刑事さんはきっと足で稼ぐタイプなんやろな。灰の中の願い。晩年のクロイは賞も名声も手に入れながら、ただひたすら理想の器を追い続けていました。それはかつて送り損ねた一人のためのたった一つの作品。火災の夜、ようやくその器が完成した。それを見ていたのは弟子の陽子だけだった。けれど彼女にはそれが完成に見えなかった。むしろ完成してしまったことが許せなかった。クロイの執念は彼女には強欲に移りました。理想に取りつかれ何度も壊し焼き直す日々。それを終わらせるために彼女は窯の中の器を壊しました。そして扉は開いたまま。火は燃え広がり、クロイは立ち尽くすことなく割れた器の破片を手に静かに膝をついた。燃え残った陶片。陽子に譲ると書かれた遺言。欲張りだったと記された匿名のメモ。それらはすべて完成を知りながらも壊したものの痕跡でした。この火事はただの事故ではありませんでした。燃やされたのは器ではなく認めたくなかった心だったのです。なんだか切ない話やったな。みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな。この話なんだか詩的な雰囲気でうちは好きやで。次回予告。あの世に近づく音は静かすぎて誰も気づかない。音が導いたのは波ではなく終わりだった。
次回、潮騒の向こう側。聞こえた潮騒、あなたはもう戻れない。潮騒の向こう側。盆明けのある日、海辺の小さな民宿で一人の宿泊客が死亡した。亡くなったのは物書きの男性日高。部屋で静かに執筆中に倒れ、死亡が確認された。死因は心不全、事件性はないとされていた。だが民宿の女将がこう証言したことから刑事の目が向けられた。亡くなる前の晩、日高さんね、あの世に近づく音がするって言っていたんです。さらに不可解な点がいくつかあった。日高の部屋の机の上には書きかけの原稿用紙と一緒に切り分けたスイカの皮が残されていた。その下にはしおり代わりのように干からびた海藻が挟まれていた。日高が泊まっていた部屋は海に面した西洋の角部屋。翌朝、原稿の上には潮騒が導くという一文が書き足されていた。だが同じ時間、その部屋の窓は閉め切られており、波音は聞こえないはずだった。刑事は部屋を見渡しながら静かにこうつぶやいた。あの世に近づく音、それは本当に潮騒のことだったんでしょうかね。問題。日高があの世に近づく音と読んだのは本当に波の音だった？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。あの世に近づく音がするっておかみさんに言ったの、どんな状況やったんやろな。潮騒の向こう側。日高は海に面した部屋で静かに息を引き取りました。原稿には潮騒が導くという言葉が残されていました。あの世に近づく音、一見それは波音だったように思えます。だが決定的な違和感があった。その時間、部屋の窓は閉じられていた。防音性の高いその部屋では波音が聞こえるはずがない。ではなぜ日高は潮騒と書いたのでしょうか。鍵はスイカの皮の下に挟まれていた干からびた海藻にありました。あれは乾燥した後、再び湿気を含んだような質感になっていた。つまりそれは水を吸っていたということだ。調査の結果、女将の部屋に置かれていた海水の入ったスイカ冷却用の桶が事件当夜、日高の部屋の近くに一時的に持ち込まれていたことが判明する。桶の中では海藻がゆらゆらと揺れていました。静かな夜、木桶の水が揺れる音、それを潮騒と錯覚したのです。部屋に響いたのは桶の中の小さな波紋だった。日高はあの夜、自分が死に向かっていることをどこかで悟っていたのかもしれない。それを潮騒が導くと書き残しました。ですがその音は自然のものではありませんでした。誰かがそっと置いた音の演出だったのです。潮騒は幻でした。しかしあの夜、確かに誰かの手であの世の入り口は作られていました。犯人はわざわざスイカを切り分けて皮だけ置いていったんかな。みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな。桶で音の演出をしたり、スイカと海藻の痕跡をわざわざ残していったり、きっと犯人は愉快犯やったんやろな。次回予告。忘れていたのは過去か記憶か。守れなかったのは約束じゃない。誰かの思いだった。次回、月明かりの約束。月に照らされた影、あなたは見落としていませんか？月明かりの約束。深夜、町外れにある洋館の花咲く中庭で、一人の大学生、葵が倒れていた。
胸に刃物が刺さった状態ですでに息はなかった。発見したのは葵と同じゼミに所属する3人の友人たち。葵を含めた4人はサークルの記念旅行でこの洋館を訪れていた。その夜、彼らは月のよく見える中庭である思い出をたどっていたという。だがその内容は誰もはっきりとは語ろうとしなかった。調査の結果、次のような事実が明らかになる。凶器となったナイフは館のキッチンから持ち出されたもの。被害者の胸ポケットには古びた手紙が入っていた。それは10年前の再会の約束について書かれたものだった。葵は事件当夜、中庭で誰かと話す約束があると口にしていた。3人の友人たちはそれぞれこう証言している。ユーナの証言、私も約束の話は聞いた。でも誰とっていうのは知らない。葵がやっと思い出せたって言ってた。レンの証言、俺は庭には出てない。部屋で音楽聴いてた。手紙？見てないけど。ナオの証言、私は寝てたよ。葵と子供の頃に一緒だったのは覚えてるけど、手紙なんか知らない。事件発生時、中庭は月明かりが強く、人影ができるほどだったという。そして葵の右側の土にだけかすかに踏みしめられた足跡のような痕跡があった。刑事は月の光を見上げながらこうつぶやいた。忘れられた約束を覚えていたのは一人だけじゃない。問題はその約束を守りたかったかなかったことにしたかったかだ。問題、葵を殺したのは誰？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。葵ちゃん、なんで死んでもうたんや。この葵は私じゃないよ、お姉ちゃん。月明かりの約束。犯人はユーナ。証言では葵がやっと思い出せたと言っていたと語っていましたが、葵が手紙を胸ポケットに入れていたという事実から、その内容を知らないはずがないことが矛盾の起点となります。なぜなら他の2人は手紙を知らない、見ていないと断言しているのに対し、ユーナは内容に触れた唯一の証言をしている。つまり葵の口から直接聞いたか、あるいは手紙を読んで知っていたということになる。しかし凶器は館のキッチンのナイフ。葵の死因は即死だったため、犯行の直前まで会話があったとは思えません。ではなぜユーナはやっと思い出せたというセリフを知っていたのでしょうか。答えは手紙の中身を読んだから。つまりユーナは葵が死んだ後にポケットから手紙を抜き取り、内容を確認して元に戻した。他の2人に対して内容を知らないというためには、逆に自分は知っていたと伝える必要がありました。ですがそれは死後に読んだと認めることに他なりません。さらに決定的だったのは中庭の足跡。葵の右側にだけかすかに足跡の痕跡があった。ユーナは左利きで、ナイフで刺すには葵の右に立つのが自然だった。忘れられた約束を葵は覚えていました。しかしユーナにとってそれは思い出されたくなかった過去でした。どうして仲が良かったはずの2人がこんなことになってしまったんや。みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな。悲しい事件やったな。ところでユーナが左利きなんて情報どこかで出てたっけ。次回予告。星が消えたのは
観測できなかったからじゃない。彼は言った。帰らぬと知りながら。次回、忘却座標 X42。失われた星の座標、あなたはまだ追えますか？忘却座標 X42。地球周回軌道上の観測ステーションにて、一体の古びたアンドロイドが発見された。機体番号も記録もすでに失われ、誰が運び込んだのかも不明。ただ一点、記録ログだけがかろうじて残っていた。消えゆく星を観測中、時間座標にズレを検出。裂け目発生座標 X42.984 時間偏差-37時間。異変が起きたのはそれから3日後。観測ステーションのセクター B で一人の研究員が消えた。警報も出ず、ドアログにも痕跡は残っていなかった。ただしその消失直前、ステーション内の製図シミュレータが存在しないはずの星の爆縮を検出していた。さらに調査でいくつかの事実が明らかになった。消えた研究員誠は観測不能な星について個人的に調査を進めていた。アンドロイドの外装には微細な時間歪曲による素材劣化の痕跡が確認された。消失事件の数時間前、誠の端末にだけ過去の日付で送信された未読メールが届いていた。アンドロイドの残留ログによれば、対象人物の位置修正成功と出力されていた。観測ステーションでは時間軸操作装置はすでに廃止されたと報告されている。他のスタッフが語った最後の目撃証言はこうだった。誠は最後に「じゃあ会いに行ってくる」って言ってました。誰にかはわかりませんけど嬉しそうでしたよ。調査官はその言葉を記録しながらつぶやいた。時間の裂け目を越えて会いに行く。それは戻れないと知った上での選択かもしれない。問題。誠はなぜ消えた？そしてアンドロイドは何を成功させた？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。難しい言葉がいっぱい出てきたな。実際にある用語なんかな。忘却座標 X42。アンドロイドが古びていた理由は単なる経年劣化ではありませんでした。それは異なる時間軸を渡ってきた機体だったからです。観測記録に残された時間偏差-37時間。これは37時間過去の時空断層が局所的に発生したことを示していました。その場所で爆縮したとされる星は観測上まだ存在していなければならない星でした。つまり製図の爆縮情報は未来の観測結果だった。誠の端末に届いた過去からの未読メールも同様に因果の流れが逆転した状態で発生した干渉だった。ではなぜアンドロイドが位置修正成功と記録していたのか。その答えは誠自身が望んだ行動にある。会いに行くと言った誠が誰を追っていたのか。それはかつて同じステーションで消息を絶った恋人でした。その恋人もまた数年前の裂け目発生時に消息を絶っていました。そしてあのアンドロイドこそが恋人の消失時にステーションに配属されていた個体でした。誠はアンドロイドの内部記録から裂け目の座標を再構成し自ら向かっていった。アンドロイドは彼女を転送した時と同じように今度は彼の位置を時間の裂け目に合わせて修正した。この行為は
記録上成功とされていましたが、それは観測者にとっての成功ではありません。それは彼ら2人にとっての再会の完了を意味していました。なんだか壮大な物語やったな。みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな。難しい話やったけど、誠は恋人と再会できたみたいやし、ハッピーエンドってことでええんかな。次回予告。手紙が語ったのは伝わらなかった思いの結末。最後の演奏は誰のために響いたのか。次回ラストノートは風の中に。沈黙の音符、あなたは聞き取れましたか。ラストノートは風の中に。日曜の朝、市場通りで開かれた朝市の中央広場にて、一つの古い楽器、ひび割れた木製のリコーダーが無造作に置かれているのが見つかった。誰もが気にも留めなかったその楽器のそばには、濡れたままの封筒が落ちていた。中にはインクのにじんだ手紙が入っており、文末にはこう綴られていた。最後にこの音を届けたかった。数時間後、この町で孤独に暮らしていた元音楽教師浩二の遺体が丘の上の廃屋で発見された。死因は持病の悪化による自然死だが、彼の自宅の机からは書きかけの同じ文面の手紙と宛先不明の封筒が何通も見つかった。警察の捜査によりいくつかの事実が判明した。浩二は数年前まで中学校で音楽を教えていた。廃屋はかつて浩二が吹奏楽部の練習場所として使っていた。朝市の会場と廃屋は距離があり、徒歩で1時間以上かかる。廃屋の床には新しい足跡が1人分だけ残されていた。朝市の関係者の一人、ひなはかつて浩二の教え子であり、先生が市場に来るはずがないと語っている。また浩二の死後、朝市の掲示板にだけ無記名でありがとうと書かれた紙が貼られていた。刑事は濡れた手紙をそっと開きながらつぶやいた。彼は音を届けたかった。でもそれは届いていない前提で書かれていた。問題。なぜ浩二のリコーダーと手紙は朝市に置かれていた？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。浩二の無念が伝わってくるな。うちが死ぬ時はちゃんと葵ちゃんが見とってな。縁起でもないこと言わないでお姉ちゃん。ラストノートは風の中に。最初の前提が真相への目を曇らせていました。朝市に置かれていた手紙と廃屋で死亡した浩二。しかし両方を彼が運んだと考えるには無理があります。手紙は水濡れで滲んでいた。だがその封筒は宛先欄だけがはっきり読める状態だった。そしてそれはひなの旧姓だった。浩二は最後まで音楽で何かを伝えようとしていた。ですが直接はもう会えない。だから彼は選んだ誰かに託すことを。新しい足跡が廃屋に一人分だけあったことが鍵でした。その人物こそがひなだった。彼女は朝一で先生が来るはずがないと語った。しかし廃屋で浩二が息絶える前、彼は最後の力を振り絞ってひなにリコーダーと手紙を託した。ひなは受け取った側だったのだ。朝一にそれを置いたのは届けるのではなく、みんなにも聞かせたかったから。先生の音を、最後の音楽をこの街にもう一度響かせるために。ですが彼女はそれを口にしませんでした。告白するのではなく、
掲示板にありがとうとだけ書きました。それが彼女なりの最後の演奏だったのかもしれません。コウジは最後にひなに思いを託すことができたんやな。みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな。ひなは叙情的にコウジの思いを表現したみたいやけど、コウジは素直にひなに演奏してほしかったんやと思うんよな。次回予告。本が導いたのは記録されないはずの足跡。森の声を聞いたのは本当に彼だったのか。次回、言葉を持った森。森の声の正体、あなたは気づけますか？